こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Google コラボラトリで Python 入門第7回リストの操作についてお送りします。リストは Python で複数の要素を順番に格納するためのデータ構造です。リストの要素は数値、文字列、その他のオブジェクトなどのデータ型を指定することができます。またリストは変更可能なので要素の追加、削除、変更が可能です。リストを作成するには各括弧で要素を囲みます。また要素はカンマで区切ります。下にプログラム例を示します。変数枚アンダーラインリストを用意し、イコールで右辺の各括弧に囲まれたデータを入力します。データはこのように数値と文字列を混在して一つのリストとして作成することもできます。そして2行のように枚アンダーラインリストを表示すると、リストが作成されているのを確認することができます。次にリストの要素にアクセスする方法について見ていきましょう。要素にアクセスするには、インデックス番号を使用します。インデックス番号は、0から始まり1、2、3のようにしてリストの要素にアクセスすることができます。この例では、1行のようにしてリストを設定し、2行目では、インデックス番号0を参照し表示しています。すなわち0番目は1となります。また3行目ではインデックス番号3の Apple を参照し表示します。リストの要素を変更するには、インデックスを使用して要素に新しい値を代入します。ここでは、my underline list 0 イコール4のようにして、インデックス0の要素を4に書き換えています。次は、リストの要素を削除する方法です。remove メソッドを使用すると要素を削除することができます。1行目のようなリストを作成し、このリストより remove メソッド内で指定したデータをリストより削除することができます。2行目のように、my underline list.remove apple と設定し実行すると、リストより apple が削除されます。リストに要素を追加するには、append メソッドを使用します。2行目のように、my underline list.append grape と書くと、実行結果のように、リストの末尾に、グレープが追加されます。リストの長さを取得するには、連関数を使用します。2行目のようなリストがあった場合に、3行目のように、連関数の中にリスト名を指定すると、リストの要素の数を取得することができます。リストの中に指定するデータがあるかを探す方法はいくつかありますが、ここでは因縁算子について説明します。最も簡単な方法は、因縁算子を使うことです。リストの中に指定したデータがあれば true、なければ false を返します。このプログラム例では、3行目の if 文で、Apple が my underline リストの中にあるかを因縁算子で判定しています。この結果は my underline リストの中に Apple が存在しているので if 文の結果は true となり4行目のプリント文が実行され Apple はリストに含まれていますと表示されます。リストの中に指定するデータがあるかを探す方法としてインデックスメソッドを使用することもできます。インデックスメソッドを使うと指定したデータがリストの何番目にあるのかを調べることができます。データが見つかった場合はそのインデックスを返し、見つからなかった場合はバリューエラーが発生します。このプログラム例では4行目で my underline list.index apple と書きリストより apple を探します。この場合 apple は my underline list のインデックス3の要素ですので5行目で apple はリストの3番目にありますと表示されます。リストの中に指定するデータがあるか探す方法として、カウントメソッドを使っても探し出すことができます。カウントメソッドを使うと、指定したデータがリストに何回出現するかを調べることができます。0回であればリストに含まれていないということになります。このプログラム例では、3行目で、my underline list.count apple と書けば、my underline list の中に apple は、一つありますのでカウントに1が代入されます。そして4行目の if 文でカウントは0より大きいので true となり、5行目で Apple はリストに1回含まれていますと表示されます。
このようにリストの中に指定したデータがあるかを探す方法としてはいくつかありますが、それぞれの方法にメリット、デメリットがあります。因縁算子はシンプルで使いやすく、データがあるかどうかだけを知りたい場合に適しています。インデックスメソッドはデータの位置を知りたい場合に便利です。ただし、データがない場合にエラーが発生することに注意が必要です。カウントメソッドはデータが何回出現するかを知りたい場合に便利です。データがあるかどうかだけを知りたい場合は、因縁算子の方がシンプルです。次にリストの応用例を示します。このプログラムでは、リストを使用してフロート型のデータを入力し、平均値、標準偏差、最大値、最小値を求めるプログラムを作りました。以下、このプログラムの説明を行います。1行目で数学関数マスモジュールをインポートします。これは統計を計算するために先にインポートしておきます。3行目から14行目までがデータ入力で、その結果を表示するのが15行目以降となります。4行目でデータを格納するリスト、データアンダーラインリストを初期化します。そして5行目のホワイルループを使用しデータを入力していきます。データ入力はトライの下のブロックを使用します。7行目のインプットを使用しデータをユーザーアンダーラインインプットに文字列として取得します。次に8行目でユーザーアンダーラインインプットをフロート関数を使用して不動小数点型に変換し変数データに代入します。また変換された値をデータアンダーラインリストに追加するのが9行目のデータアンダーラインリストドットアペンダタとなります。8行目のフロート関数を使って数不動小数点型に変換する際、文字列が入力されているとエラーとなります。この場合10行目のバリューエラーと判定された場合、イクセプトバリューエラーブロックが実行されます。このブロックでユーザーアンダーラインインプットが9である場合、次の行のブレイクでループを抜け出しデータ入力を終了します。また、9以外の場合、13行目のエルスの下の数値または9を入力してくださいの表示を行いホワイルループを再実行します。データ入力が終了すると16行目でデータ数を N に取得し、17行目でデータ数を表示した後データアンダーラインリストを18行目で表示します。次にデータ入力が終わった後に修正と削除ができるプログラムを書いています。21行のホワイルループを使ってこれらの処理を行っています。22行目でインプット関数を使用しデータを修正または削除するか Y か N で入力し、これを小文字に変換して変数モディファイに代入しています。そして23行目で入力されたモディファイを小文字に変換し、それが Y と等しい場合には、次の行のトライ以下のブロックを実行します。また、この if 文の結果が false である場合は、39行目のelif modify.row 一重引用符 n 一重引用符コロンを実行し true であればこのループより抜け出します。この時 false 以外であった場合には、41行目の else を実行し、y または n を入力してくださいと表示し、22行目のループの先頭に戻ります。23行目で modify の内容が y であった場合には、24行目のトライ以下を実行します。25行目で変数インデックスにインプット関数を使用して修正あるいは削除するデータのインデックスを入力します。そして26行目でインデックスがデータインデックスの要素番号以内であるかどうかを判定し、範囲内であれば27行目で変数アクションに修正であれば M、削除であれば D を入力してもらいます。次の28行目では変数アクションを小文字に変換した値がM と等しい場合には、29行目30行目でデータを入力し、リスト内のデータを入れ替えます。31行目の elif action.row 一重引用符 D 一重引用符コロンは、入力された値が D の場合で、該当するインデックス番号のデータをリストより削除します。33行目の else は、変数アクションが M あるいは D 以外の場合に実行されるものです。ここでは、M または D を入力してくださいと表示されます。35行目の else は26行目の if 文に対応するもので、入力されたインデックスが範囲外にあるとき実行されます。ここでは有効なインデックスを入力してくださいと表示されます。39行目の
elif は変数 modify の内容を小文字に変換した内容が、n の場合は、このデータ修正と削除のループを脱出します。また43行目の、プリントデータアンダーラインリストは、データ修正あるいは削除が行われた後、リスト内容を表示するものです。データの修正と削除が行われた後、こちらのプログラムが実行されます。46行目は、数民に平均値を代入します。平均値は、サムデータアンダーラインリストでリストの合計値を求め、これをデータ数、連データアンダーラインリストで割り算し代入しています。次に47行目でバリアンスに分散を代入します。計算式は、ここで書かれたようにリストの各要素 X から平均値ミーンを引いたものを2乗したものの合計を求め、これをデータ数で割った結果を代入しています。48行目は、標準偏差を変数 SDE に代入しています。計算は、マスモジュールを使って SQRT 関数の中にバリアンスを入れて計算しています。49行目は最大値をマキシマムに求めています。これは MAX 関数を使用して括弧内にデータアンダーラインリストを設定します。50行目は最小値ミニマムを求めるものです。関数はmin関数を使用し括弧内はデータアンダーラインリストを入れています。このようにして求めた統計値を53行から56行にかけて表示するプログラムとなっています。以上でプログラムの説明を終わります。こちらは、このプログラムの実行状況を表すものです。それでは、プログラムを実行してみましょう。データを入力していきます。データは1から6まで入力していきます。6まで入力したら、データ入力を終了しましょう。ここで Y をしてデータの削除を行います。リストの最後のデータ6は、インデックス番号が5となりますので、インデックス番号に5を入力します。そして、ここで D を入力します。すると、このように、6が削除されました。それでは、次に 2.0 を修正してみましょう。ここで Y を入力します。2.0 は、インデックス番号が1ですので、1と入力します。そして、修正の M を入力します。次に、新しいデータ 2.5 を入力してみましょう。するとインデックス番号1のデータが 2.5 に置き換わりました。これで修正と削除を終わります。すると、このように統計値を計算してくれます。